感じか。してきた。うわ、危ない。よし。よし。暑かった。暑い。し、オッケー。最後ね、ここに板を1枚入れておくのを忘れました。こんなもんかな。よし。
はい、今年もですね、梅の季節がやってきましたね。これがですね、1キロを 2袋買ったので2キロですね。でね、1キロの値段がなんと、税込み480円ですね。これ非常に安いです。安いスーパーで、皆さんもわかるとすればですね、イオンがあると思うんですよ。で、イオンであってもですね、だいたい1キロ今日見てきたんですが、1000円だったんですよね。だから、本当に半額で買えたなと思っています。ね。どうでしょうか？東京とかね、都心に住んでる人、都会に住んでる人ですね。梅がいくらぐらいで買えるのかね、見て、比べてもらえたら面白いんじゃないかなと思います。ね、どこですかね？東京で安いスーパーって何ですかね？僕が言っていたのはね、OK ストアですね。知ってますかね？知ってる人はちょっとね、ニヤッとしたんじゃないかなと思うんですが、OK ストアが安かったですよね。いやー、今本当にいい季節ですね。寒すぎず、暑すぎず。T シャツで外にこの時間、まあ今時間がですね、4時ぐらいですね、16時、夕方なんですけど、T シャツだとですね、若干肌寒いぐらいですね、一番いい気温なのかなと思っています。もう花粉もなくなっているというところはね、非常にポイントが高いですね。はい、終わりました。一日乾燥させて、で、また明日、つけたいなと思います。いやー、どうですかね。やっぱこう、田舎暮らしというのは、こういったね、大きなボールと大きなザル。なんかこう、やっぱスケールが大きいですよね。やっぱこういう大きいのがあると便利ですよね。でっかくないですか？このボールも。なんか、一般家庭ではあんま使わないぐらいの大きさだと思います。はい、こんにちは。いよいよですね、梅をつけていきたいと思います。用意したのはですね、梅が2キロ、そして35% の焼酎を用意しました。で、最初ね、これ1本だけ買ってきたんですが、2キロに対してね、これ2本買えということなので、急遽ですね、もう1本買ってきました。ね、このイオンさんのやつは1500、600円だったんですが、こちらの方はね、1800円ぐらいしちゃいましたね。細かいところですが、やっぱ気になっちゃいますね、ちょっとね。後で気づいたんですが、この焼酎を買ったりね、この氷砂糖、1キロですね。氷砂糖1キロも買っています。そして梅が1個、1キロ500円だった、500円しないぐらいだったんですが、ね、全部足すとね、やっぱり5000円近くかかっちゃうんですよね。ちょっとびっくりしました。非常に高級な乗り物だなと思っています。なんでね、もうこれが僕の中で最後のね、梅酒になるかもしれないので、失敗のないようにね、しっかり作っていきたいと思います。で、あとこれ、一番軸になるこの焼酎はですね、去年漬けたものの残りなんですよね。少しだけ残っていたので、ちゃんとね、匂いを噛んで問題がなかったらこれも使っていきたいなと思っています。で、まずですね、冷凍してきた梅。なんで急いでいるかというとですね、なんか結露させたくないんですよね。水分がないようにしっかりと洗った後は拭いて、それから乾燥させてとやっていたのに対してですね、冷凍させて結露させてしまっては、なんか意味がないのかなというふうに思ったので、もうね、結露させる前に、スピード勝負でね、焼酎を入れてしまいたいので、ここから先は、梅を持ってきてからはですね、ちょっと喋る暇なく、手早くやっていきたいなと思います。はい。ではですね、なんだろうな。例えば、氷砂糖の袋を開けておくとか、できることはね、今のうちにやってから、梅を持っていきたいと思います。よいしょ。はい、ちょっとね、最悪な事態に陥っています。見てください。凍らせた梅です。もう一つあります。霜がついてました。これじゃあね、ダメですよね。どうしよう。軽く、霜だけ落としてからね、やりたいなと思います。うわー、なんか、どうしよう。お金かかってるんで、失敗したくないんですけどね。大丈夫なんですかね。あ、無理かも。もう完全に取るのは無理ですね。あ、こんな音だったら、なんか、冷凍しなきゃよかったかな。
はい。これはですね、AI の弊害ですね。最後にやっぱ AI に確認するとですね、なんかこう、もう一歩美味しくするためのコツとしてって感じで教えてもらった技だったんですよ。冷凍すると、繊維がね、壊れてこう、浸かりやすくなるっていうのかな。半年かかるところ、3ヶ月ぐらいでね、美味しく浸かるみたいな、そんな話があったのでやったんですが、ちょっとこの水分が良くないっていうことを考えたときに、これはどうなんでしょう。焼酎に入れてしまえばね、35度以上の焼酎に入れてしまえば、多少のね、こんな結露は大丈夫だとは思っていますが、であればですね、最初洗って、拭いて乾燥させるという、すごくね、大事そうな、工程だったんですけども、それもね、そんないらないんじゃないかなって気になりますよね。これは、冷凍した時間も長かったのかな。うちの冷凍庫がいけなかったのかな。うちの冷凍庫ね、もう20年ぐらい使ってるんですよ。実際ね、こっちに引っ越してきてからの6年間ぐらいは、コンセントには繋いでいないので、本当にね、20年使ってるわけではないんですけど、製造年月日は確かね、最近見たんですよ。2007年とかだったと思います。びっくりしました。ほら、こんなにいっぱい氷が。何事もね、実験ですね。これで失敗したらね、5000円近く、失うと。それの引き換えにですね、ちょっと冷凍するのは危険だぞといったことがわかると。ちょっと高いですね。授業料がちょっと高いですけど。よしよし。それでもね、ほら、こんなにいっぱい、すごいいっぱい氷が取れました。これでやっていきましょう。よし。やばい。入るかな。やばい。やばい。入るかな。うわー、もうダメだ。蓋閉まるかな。蓋は閉まるね。ちょっとね、梅が全部入んなかったです。よし。じゃあ、しょうがないな。しかも 1.8 でちょうどいいじゃん。なんかいろいろと失敗しましたね。なんだろうな、梅1キロにすればよかったのかな。で、もう1本買っちゃいましたけど、全然余っちゃいましたね。何かまた、何かね、つけるのに使いたいなと思います。はい。で、余ったものは、どうしようかな。もうちょっと入んないかな。せめて 1.8 入んないかな。入んないか。入れすぎてももうちょっといける。あと5ミリぐらいいける。またちょっと余っちゃったな。うわー、丸々1本余っちゃったよ。
はい、急遽ですね、新しい瓶と、1年間ぐらいね、飲まずに放置してしまったウイスキー、これがね、あったので、これを使ってね、つけていきたいと思います。なんかブランデーにつけると美味しいっていうのは知ってたんですよ。ウイスキーはちょっとわかんないんですが、まあまあ、何かね、つけたいので、使っていきたいと思います。梅があとこれだけあるんですよね。入るかなあー、入んないかあー、ダメかも。ちっちゃすぎるかなうわー。全然無理じゃん。どうしよう。どうしよう。どうしよう。なんだろう。組み合わせちっちゃいのの組み合わせ。わあ、急遽ですね、こっちの瓶も持ってきました。この2つを使って、なんとかやりたいですね。どうしよう。砂糖もちょっとしかないの。もういろいろダメだ。なんかうまくいく気がしないな。で、なんか去年のと今年のと2つちょっとずつ余ってるのがあるので、これを使いたいですね。あれ空いてる。一杯だけ飲んだのかな。一杯だけ飲んで1年間ぐらい置いたみたいですね。空いてました。大丈夫かな。ウイスキーはでも大丈夫ですね。何年置いてもね。なんかちょっとバタバタしましたが、できました。まあね、このメインのものはね、多分ちゃんとできると思うので、今すごい冷たくてね、結露してますが、ちょっと心配ですけどね、すごい結露してます。わかんないかな。梅をね、凍らせたせいで、すごい瓶がね、結露しているので、しまうにしまえないので、この、結露がなるまではですね、この布の上に置いてですね、待ちたいと思います。今回ですね、より良くなると思って梅を凍らせたのですが、それがですね、ちょっとトラブルの元になったのかなと思います。ちょっとね、チャット GPT の言うことを鵜呑みにして自分の頭でね、考えなかったせいで、焼酎もね、一本多く買ってしまったし、いろいろとね、反省が残りましたね。